はい、定刻になりましたので、DSA オープンフォーラムを始めたいと思います。お忙しいところご参加いただきまして、ありがとうございます。本日はですね、これから45分間、DSA の活動の紹介をします。その後に、パネルディスカッションということで、IDSA の方から、欧州のですね、IDSA の方から、Mr.Julien が入ってくれてますので、彼から少し IDSA の紹介してもらって、越塚会長と、それから IPL の平本さんをいただいてパネルをやります。で、後半はその後に、参議院議員山田先生に、こども DX の話をしていただくことになったので、最後までよろしくお願いします。Hi, Julia, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Thank you. Sorry about that. The first session will be hard in Japanese. You will be on the panel. Your speech will be start on 3:45 JST. It will be 8:45. Is that okay for you? That's totally fine for me. Thank you. Okay, thank you very much. Understand. それでは早速ですが、DSA の活動紹介から。会場にお越しの方で DSA の会員じゃない方はいらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いいたします。Zoom に参加している方でも、これから DSA の会員になるという方、あるいは連絡してみようかなという方がいらっしゃれば、今日はこういう機会ですので、我々の活動を、一つご説明できればと思います。会場の方で Zoom に入られている方、申し訳ないんですが、音声接続をしないようにしてください。ここにあるスピーカーマイクを使っています。我々ですね、基本的には、小田さんと私の方で、それぞれについて、すいません、Zoom の方で。スラックの方で、コメント寄せていただければ、検討するということにして。ジュリアンは病棟になってるんだけど。江田先生か。はい、それでは、まず団体一般社団法人でございます。ということで、一般社団法人データ社会推進機構でございます。で、今日は、会長の越塚さん、福井さん、代表取締役ですね。私、もおりますので、後で、挨拶は分からない福井さんが言うんですけど、まだしてもらうことがあると思います。で、越塚さん、パネルにも入っていただきます。で、DSA、設立の経緯もありまして、IT 系の企業の皆さんがたくさん入っていただいておりますが、幹事の方には、学術の武田先生と、それから公認会記者の方先生にも入っていただいて、幹事じゃないですね、社外理事として入っていただいてますし、幹事は、弁護士の板倉先生と落合先生、それから、もともとの、TK 時代からですね、一緒にやってきた学術研究者の皆さんですね、村井先生、西岡先生、中村先生、手塚先生、島崎先生、大沢先生が、顧問という形で入っていただいています。会員の状況ですが、今日の時点で179会員。会員の資格は正会員と参助会員があります。それから特別会員というのがありまして、自治体や個人というのがあります。で、私どもこの設立の段階で、ビジョン、ミッションを議論しまして、我々目をつぶったときにどういう世界を目指すかというと、データがあることによってイノベーションが起こっていくんだと、そんな世界ができたらいいなというビジョンを掲げています。で、これをやるために我々がやるべきことのミッションとして4つのことを掲げています。データの複合型社会でイノベーションというのを民主化する。民主化というのは特定の人がデータを取るんじゃなくて、やはりみんなが自由に自立分散協調でやっていけるということですね。
で、世界規模でちゃんとできるようにしようということと、テクノロジーやサービスも社会実装できるレベルで推進しましょう。で、日本だけじゃなくてグローバルに連携しましょうということを謳っています。で、分野を超えたところで、ハブとして機能していくのがデータ EX ということで、このものを作って運用していこう。で、分野と言っているのは、業態、業種の分野がありますが、それだけではなくて、例えば医療分野においても、そこに参画する方は、産業界もいれば、いわゆる行政側もいれば、確実にいます。ですから、産官学を超えて、かつ業種、業態を超えた形、そういう連邦を行う上での必要な課題解決をやっていこうというのが、この DSA であります。分野を超えた基盤を作ろう。これデータ EX です。から基準を作って国際標準化しよう。で、分野を超えたサービスというのが出てきたらそれを共有していこうじゃないか。で、あるいは誰と組むかというこのマッチングをやろう。あるいは実験をやる、研究をやる。で、そこに必要なテストベッドやレポジトリを提供したり、開発ツールを提供したり、セミナーをやっていこうということになります。現在の、組織体制ですが、社員総会、今日ちょうど今年度の総会がありましたけど、その下に理事会があって、全部で8つの、業務執行委員会で、個別委員会が、実際に日々の活動をしています。で、これ以外にタスクフォースといって、特定のテーマを、期限を決めて取り組むということで、今3つ。一番上はちょっと、もう昨年度終わりましたけども、データ EX というものを実際開発していくということですね。からエリアのデータ、これはデジタル田園都市国家構想に基づいて、地域の自治体や地方がデータ基盤を作るときにそこを支援していくということで、この2つのタスクフォースが動いている。でこれ以外に諮問機関として、この理事会の意思決定に対して、広く、諮問するということで、会長、顧問会議、それから各種規定を作る規定委員会、運営委員会と外部連携委員会というのがあります。ということで、ここからはですね、各委員会の委員長に、各委員会の活動の内容を短くご紹介をいただきたいと思いますので、はじめにリスキー検討委員会内藤委員長をお願いします。はい、それでは技術基準検討委員会の活動内容を簡単にお話しします。技術基準検討委員会では、データ社会におけるデータカタログとか API とかデータ品質などに関する、技術要素について検討を行って、利用者と提供者との連携に必要な技術基準やガイドラインというのを作成することを目的として活動しております。で設立当初からですね、技術基準検討委員会には3つのワーキングを設置して活動を行っております。運営企画ワーキングは、今後必要となるような IT 基準の議論であったり、最新の技術統合の調査であったり、有識者講演の企画とか、会員会との連携を実施しております。でデータモデル検討ワーキングでは、データカタログだったり、メタデータ、データ品質、行為などに関する IT 基準の策定とか改定をより普及ということをやるワーキングです。あと、データ連携インターフェースワーキングは、データ社会のデータ連携に関する IT 基準の検討、ガイドラインの策定や説明会というのをやるワーキングです。で今年度です。今年度は運営企画ワーキングでは、昨年度からの継続テーマとして、データ連携の全体俯瞰図とか、データ取引にかける品質とか、そういったものをやりながら、今、活動しております。データモデルに関しましては、これも昨年度からの継続なんですけれども、主にセンシングデータとメタデータに関する使用、あるいはセンシングデータの品質に関する基準というのをとしております。あと、データ連携インターフェースワーキングに関しましては、国内外のデータ連携事例やデータ EX 関連事例をまとめて、データ連携の方策を含むガイドラインの策定を今やっております。で今年度はですね、委員会としては大体3回、で、あと、これらの活動をまとめたホワイトペーパーガイドラインというのを出すように今活動しております。で各ワーキング、アドホックグループ、タスクグループで、頻繁にやってますので、大体1週間に1回は何かの会議が行われておりますので、ぜひ参加していただければと思います。以上です。
はい、内藤委員長ありがとうか。これ、内藤委員長、これいいですか、読みいいですか。はい。これ、じゃあ次に、利活用推進委員会のお願いします。はい。めくるとき言ってください。めくりますか。了解です。はい、利活用促進委員会を担当してます若部田です。利活用促進委員会はですね、なるべく広く自由にですね、いろんな会に参加していただきたいということで、本当に1回だけ参加して情報収集のようなタスクもあればですね、実際に実証していこうというタスクもあればですね、様々でございます。そういう意味ですと、広くですね、データ活用に関するですね、会員間の連携とかしないし、こういったところを目的にしております。なので、運営方針もですね、会員種別も問わず参加いただいてですね、本当にその情報収集というような部分もあればですね、実際のビジネスのマッチングを狙う、こういった広いニーズに応えていきたいというふうに思っております。でちょっと具体的にはページめくっていただいて、本年度ですね、ちょっと立て付けが変わっております。で利活用促進委員会、そのものですね、今日のようなですね、フォーラムの日に合わせて、開催しております。全体のその進捗を皆さんご報告する場になっております。で実際のタスクはこの下6つございます。で、一番上のですね、会員交流活性化、昨年のまでマッチングというふうに呼んでおりました。で、マッチングというと、ちょっとビジネスマッチングのように、ちょっと若干ハードルが高いということでですね、若干ですね、固定的になってしまいましたので、広くテーマを決めてですね、それに関連するテーマの会員企業様をですね、例えばご登壇いただくとか、関連する政策有識者というものをですね、テストのチラシを作ってきたというような少し緩い場にしております。で、第1回はですね、デジタル本人確認、本人確認をテーマにですね、開催しようと思っております。で、データ倫理プライバシーに関しましては、データ活用に欠かせないですね、そのプライバシーとか、データ倫理の課題、これをワークショップであるとか、テーマを決めてですね、議論したり、場合によっては、国のですね、に持ち込んだり、そういったこともやっております。で、その次がですね、新たな立て付けがありました、データ利用取引市場活用ワーキンググループということで、ビジネス検証ワーキンググループをちょっと発展的にですね、より実践的なものということで、データ利用権を用いたデータ取引市場の実証を行うということでですね、今年度もですね、自治体のその一通りの取引、特にですね、取引市場へのその上場のフェーズですね、こういったところを試していただいて、データの価値がどういうふうに値付けされるかというプロセスそのものをですね、実感いただけるようなワーキングになっております。で秘密計算活用に関しましてはですね、これもですね、データ共有の一つの手段としての秘密計算のユースケースというものを研究してですね、ホワイトペーパーもちょっと発行したところです。こちらもですね、継続、技術を深めるというよりはですね、活用シーンというものを創出するようなワーキングとしていきたいと思っています。でレムテックワーキンググループはですね、これは金融分野におけるですね、主にその国とですね、その企業側、今までその国に何かその言われたものでそのデータを提供するみたいな、そういった部分が多々あったと思うんですけど、それを双方向に使うような一つの流通形態としての官民のですね、この双方向の流通形態あり方というのを、まずはその金融のレグテックのところからやっていく、このようなワーキングです。で最後にこれも新しく本年度開始しましたワーキンググループですけども、エビデンスに基づく価値創出ワーキングということで、これはワークショップ形式参加いただいてですね、その東大の大阪研究室の方とですね、その方法論に基づいてですね、ビジネスアイデアのその記述とかの発想を支援するツールがございますので、実際ですね、参加企業そのものが持っているデータとか、もしくはビジネス領域に関して、そのデータの価値、創出を支援するような、まさにその参加いただいてですね、皆さんのビジネスの一助になりたいというワーキングでございます。このようにちょっといろいろ多々ございますが、これもそれぞれ、頻度よく開催しておりますので、どなたでも場合によっては1回だけでも結構ですので、ご参加をいただけたらと思います。以上です。はい、ごめんなさい。一応ありがとうございます。では次、運用基準私なんですが、
運用基準はデータ取引市場というものがどういう人が運用すべきか、その時の中立公平性はどうあるべきかということで、その運用基準によって認定をするということを目指して、これは最初のデータ流通推進協会の立ち上げの時から作っています。で、昨年ちょっと大きな改定をしています。で今までは、データ取引市場運営事業者は、その流れてくるデータを中で査察したり見たりすることはしないと。あくまでも中立公平な仲介者という位置づけだったんですが、やはり取り扱うデータにおいて、例えば、社会的な問題があるようなデータがある可能性がある、そういう意義があった場合には、一定の権限を持って、この真ん中の取引市場運営事業者が、データを、検査する、そういうこともあり得るということで、ある程度の抑止力、を持たせようという変更をしています。これ結構大きな変更です。で、これに基づいて、取引市場運営事業者参入参加ガイドライン、より詳しく、これは市場に参加する人や市場を運営する人も含めて、それぞれが参照すべき、ガイドラインというのを策定して、公表をしております。で、まだですね、このデータ取引市場運営事業者になりたいので、じゃあ認定してくださいという申し込みを受け付けて、試験をして申し込み、認定をするというところにはまだ行ってませんので、社会実装に向けてこれからさらに議論していくんですが、その認定の基準については後ほどいう認定基準の委員会の方をやりますので、ここはここで運用事業者の基準を決めているということになります。で、この取引市場参入参加ガイドラインがここにあるように、それぞれに参加者あるいは運営者が参照するということを前提としております。で、ここから認定審査いただきます。はい、認定審査委員会の委員長のいかだいです。認定審査委員会ですが、昨年度まで、運用基準検討委員会と一緒に、データ取引市場の参入参加ガイドラインの作成に携わっていました。それが、今年の6月、6月の上旬ですね、つい先日公開されましたので、ぜひホームページからダウンロードできますので、どなたでもダウンロードできますので、ご覧ください。でこれが完成しましたので、今年度はデータ取引市場の運用事業者を認定する認定基準に基づく具体的なチェックリストの開発の方を進めていきたいと思っています。今年に関しては、そのチェックリストの完成と、あと具体的な認定審査を受けたいと言ってくるデータ取引市場運用事業者に対する審査の開始ができればというふうに思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。で、次は国際標準化推進委員会ですが、石谷さんいます？じゃあこれは委員長が日立政策局、今、玉川大学の市川さんですが、本日ちょっと所要によりまして欠席となりますので、私の方が、ワーキング2の、司査ですので、代わりに発表いたします。国際標準化についてはですね、日本でいうところのデジュールとフォーラム、この両方を包括的にちゃんと追いかけながら、国際の舞台で標準化をやっていこうということで、最初のデジュールの方は ISO で、ソサエティ 5.0 の標準化を図ろうということで、新しい専門委員会、TC ですね、これの設置に向けて活動しています。で、昨年、の活動を総括しながら、今年は今、経済産業省さんの協力を得てですね、新しい新 TC の設置のための、ドキュメントを出して審議が始まっていると。いうことで、今年度中に新しい TC ができればということを目指しています。ワーキング2の方はフォーラムデフォクトということで、IEEE というところで、このデータ流通に関する標準規格として P3600 データトレーディングシステムというものの標準プロジェクト、これはすでにプロジェクトとして認定されていますので、今、これの、使用書というか、標準使用書を作る作業をしています。でここには、日本だけではなくて、インド、中国、それから欧州の皆さんも入ってもらって議論をしています。で、これ以外にですね、総務省からの委託を受けて、
データ連携の国際動向の調査としていますが、FIWare だとか、ワールドエコノミックフォーラムとか IDSA だとかですね、それでいろいろなところとのヒアリングをしながら連携をしています。また、この一連の流れの中で、今日 IDSA 入っていただいてますが、FIWare が X、BDVA、IDSA、DSC とかですね、こういう欧州の関係者を含めて、ラウンドテーブルミーティングというのを開催しておりまして、また4月の G7 では大臣会合に向けた提言書の取りまとめをしています。それから、昨年までの活動としてワーキング3ということで、技術基準検討委員会で作ったものを、国際標準に持っていくための活動というのも一緒にやっていました。今年はちょっとそのワーキング3を1回終えなくなりますが、フォーラムデジュールともに両方とも追いかけていくということで、引き続き標準の制定を目指しているということになります。次がですね、ここにあるように、標準化はいろんなレイヤーがありますので、我々は、細かいテクノロジーなところは ISO だとか、IEEE だとか、それから、W3C そういったところでやります。で、リエゾンしながらやっていきますが、一番上の社会概念みたいなところについては、ISO ですね、あるいは IEC、そういったところで、活動をするということになっています。はい、これが国際標準化委員会の流れになります。で、直近ではですね、GAIA-X、IDSA、FIWare と協業協定を締結しておりまして、さらに IEEE を含めてラウンドで円卓会議ですね。これまた来月円卓会議を今度はベルリンでやります。それから G7 のデジタル技術大臣会合に向けた提言書を提出してますし、IEEE との意見交換というのも年に1回ぐらい、また来月に開催する。標準化に興味のある方はぜひご参加ください。はい、次は実証実験推進委員会で天野さんをお願いします。実証実験推進委員会を担当しています、天野と申します。実証実験推進委員会では、この DSA が提供するテストベッド環境を用いてですね、会員の皆様を展開するさまざまなサービスとの接続なんかをしながら、あるいは今後提供していくデータ DX を利活用における課題なんかを整理することで、データ活用によりイノベーションが的に起こるような社会の実現に貢献していきたいというふうに考えています。で、昨年度はですね、これまで ABC 時代から提供していたテストベッド環境をパブリッククラウド、AWS の方に移行してですね、テストベッド環境を提供しています。具体的には、デジタル庁が提供していて、この DSA が普及を進めているエリアデータ連携基盤ですね、コング、ゲートウェイとFIWareオリオン、このテストベッド環境を会員の皆様に提供しています。正会員 A の方は、そので使いますし、正会員の B の方は、別途ちょっと費用かかりますけれども、ぜひ活用していただきたいと思います。あと今後はですね、昨年の12月に提供を開始しているパーソナルデータ連携モジュールですね。こちらについては、ぜひちょっと皆会員のですね、ちょっとご意見、アンケートなんかをいただきながら、このテストベッド環境への提供というのを検討させていただきたいというふうに思います。また、データ DX モジュールについてもですね、開発コースの方の成果物を、このテストベッド環境の方にさせて、また提供するということも検討していきたいと考えています。以上になります。はい、山野さん、ありがとうございます。ここにありますように、今年はテストベッドをどんどん使ってもらえるようになんとかしたいと思います。よろしくお願いします。これが実際にエリアデータ連携基盤で自治体なんかに提供しているものですけども、AWS でやってますので、ぜひよろしくお願いします。武田さん、学術連携聞こえますかね。はい、はい。はい、じゃあめくるんで。はい、はい、すみません。ちょっとビデオが動かないみたいなんですけど、はい。学術連携ですけど、すみません。ちょっと私今、会場に行けなくてですね。学術連携委員会っていうのは、実はこの DSA になった時に初めて設けられた委員会で、DTA から DSA になるときに、
やはり少し、幅を広げて、特に、大学等の学術の人たちと、この今まで、DTA がやってきた、民間企業活動と連携するかということを、その橋渡しができないかということで設けられた委員会です。で、この2年余りは、で、全体の大きな考え方としては3つのレイヤーに分けていて、そもそもそういった企業と大学等がどうつながれるかというようなそのマッチングの問題があるというところで、この企業が大学側にはその、いわゆる研究のリソースであったり、その研究自体、その学術的な知識であったりから、それから最近だと結構リソース、要するに、コンピュータリソース等もあって、これも、国の政策もあって、その、民間と一緒に使いなさいというようなことが出ています。MDX とか ABCI というのが出ていまして、そういった問題を、からをうまくつないでいきたいなということが、あります。ということで、そういうことと、それからそれをやるによって、ある種の、連携のルールがあるといいよねということがあって2番目で、3番目としては、もっと直近で実際データをやり取りすることではないか、そういった3つのレイヤーに分けて考えましょうなんてことをやりました。で、初年度はまずは一体今、学術会で一体特にデータに関わる研究ってどんなことになってるんだろうということを概観するようなことをやりまして、で、2年目、去年は、じゃあそこから基づいて少しアンケート調査というのをやりました。で、これちょっと後で、まず、ちょっとだけご紹介します。では、そんな状況をやってきました。はい、次のスライドありましたっけ？はい。そうですね。これが大きな枠組みで、学術の方にはいろいろリソースがあるんだけど、それをどうつなぎますかねということを、問題としてやっていきたいということでございます。で、その場を作ることと、あるか実際にデータポータルみたいなのが作れることが一つの、目標になっております。はい、次のスライドお願いします。で、これが昨年度やったアンケート調査の、大枠で、3との額でどういった何を期待しているのかとか、どういう、じゃあ一体その、何が情報必要なのかとか、そういった問題を、やりました。で、これ、ちょっと近々、公表する予定でございます。結果、民間というかDSA の会員が150以上、それから学術も50以上の方から回答いただきまして、それをまとめた資料を、近々公開する予定でございます。はい、次をお願いします。で、今年度は、23年度としては、引き続き、そのマッチングをどうするかって問題をやっていきます。それから、いうことをやるのと、もう一つは、もう一つは、あれここにかかったかなこれちょっとあれかなそうか。はい。もう一つここには書いたかなわかりました。2番目のところで、少し今考えているのは、産学マッチングしたときに何かその DSA から資金援助を、研究促進士みたいなことを考えようとなことを思っています。この DSA の枠組みを使って、協力してくれた、特にどちらかというと、学の方になると思うんですけど、学にそういう、促進費をやるから、学の人に積極に入ってもらいたいと。そういった呼び水を作ってみたらどうかということを考えてみたいなということを思っております。ということで、あとは、データ連携の話は、実は、昨年度までやってた SIP の方でも、学術のデータと主体データの連携みたいなことができたんで、ぜひそういう産学連携に向けても、考えていこうかなとは思っています。というようなことが現在の企画の案でございます。まだありましたっけ？もう一度、これは全体のスケジュールを今、考えているということでございます。はい、以上です。はい。はい、ありがとうございました。では、引き続き自治体連携、杉山理事お願いします。はい、自治体連携推進委員会委員長の杉山です。よろしくお願いします。当委員会はですね、目的に書いてありますように、データ社会の構築に取り組む自治体との連携を推進し、自治体のデータ社会設置に作ることを目的とすると書いてあります。要は自治体その関連のやつはやりましょうということになっていますが、現在はですね、先ほどもちょっとお話出たように、デジタル庁が DSA から配布しているエリアデータ連携基盤のコアモジュールですね、これの使い方、もちろん導入するのは自治体の方なので、普及活動、この辺を中心に今活動しています。
で具体的にどういうことをやっているかというと、次のスライドをお願いします。デジデンのデータ利活用セミナーというのは、これを定期的に開催しています。実際に、先ほどのお話しした、推奨モジュールですね、あれを活用したり、これから活用しようとしているところの自治体様が、実際の現場の、何ですか、リアルな、経験とか体験談をお話しするというセミナーをやっています。次のページをお願いします。で、これが第1回、2月ですね、開催しました。この時は、浜松市さんと会津若松市さん、こちらに登壇いただきまして、当日約80名の会員様が参加しまして、質疑行動も活発に行われたと。で、次はですね、7月の3日なんですけど、滝町さんですね、三重県ですね、と、あと高松市さん、こちらが登壇されることになっています。今、まだ受付中なので、会員の方はぜひ参加してください。はい、あとですね、はい、自治体連携ということで、自治体に関連するような他団体様、DSA の、総合会員みたいな、そういう団体様との連携のプロジェクトも積極的に今やっています。これは、日本 PFIP 協会様ですね。こちらとやっている活動です。次のページをお願いします。こちらは、スマートシティインスティテュートですね。こちらと一緒にウェルビーイングに関するですね、委員会を立ち上げて、活動しています。はい、以上です。はい、それでは、各今、業務執行委員会は以上です。データ X 開発タスクフォースというのは、この先ほど来出てくる分野を超えたデータ連携の基盤ということで、昨年までは、科学技術イノベーション、の SIP というプログラムですね、システムの SIP というプログラムの中で一部やられていました。で、これを昨年一緒に共有して、合同の勉強会というか検討会を開催しまして、ここにある文章ですね、7つの文章に設計をまとめていこうということで、今一番上の技術使用書がまとまりました。で、これに対してまだまだ社会実装にするための細かいところの記述が足りませんので、そこを書きながらものを作っていくということで、今年はタスクフォースをやっています。データ X タスクフォースが、データ X って何かというと、連携の基盤としてですね、いろんな人たちが参加をします。参加をするときにコネクターと称しているソフトウェアのモジュールを提供することによってですね、データの授受、あるいはデータのコントロール、そういったものが、アプリケーション側から同じ方式で容易にできるようにする。でさらには、誰がどんなデータを持っているかというのをですね、横断的に検索ができる機能があったり、をするところとつながったり、あるいはデータの取引資料や、あるいはそのポイントのこともつないでいくということになります。で、当然ながらやり取りをするときに相手が誰かという認証を伴う。あるいはデータが間違ってないか壊れてないので、申請性や完全性を確認するということで、そこに必要な機能も提供していこうというのがデータ EX。で、いろんな分野のデータがあるわけですが、その上にプラットフォームとしては、最低限必要なカタログだったり、契約管理だったり、そういったものを提供すると同時に、情報銀行やデータ取引所への接続性を提供し、さらに国際連携のための仕組みを提供するということを進めています。でデータ EX タスクフォースとしてはですね、昨年基本設計ができてますので、今年度はこの詳細設計をし、テストをして運用開始をしたいと。でいくつかの閣議決定文書の中で、我が国としては、データ社会推進協議会が構築するデータ EX というものを持って連携をしていくんだということが明示されていますので、ちょっと我々としてはその思いを背負いながら実現をしていくと。でこれに加えて今年はSIP 第3期の各テーマで連携をしたいプロジェクトがある場合にはデータ EX を使って連携しなさいということで、その15テーマの中から14テーマですね、中からのパイロットプロジェクトをいくつか拾っていくということになります。で実際にこのデータ EX、データの交換機能としてのコネクタと言っていますが、何ができるんですかというと、端的にはデータの広告と発見ですよね。こんなデータを持ってますよということがアドバタイズできて、それを見つけて、でその時に相手方をちゃんと誰かということで認証して、でその上でデータの
習字をする、授受をする。その時の来歴が残る。あるいは、中にはもっと細かい管理をして、権利も定めて、さらにお金とも交換したいという場合には、取引市場につなげるための仕組みを提供する。で、同じデータでも語彙が違うと意味が違うので、同じ語彙を揃えるようなセマンティクスの管理機能だったり、あるいはここに参加する手前のところでテストをしたいというテストベッドというで、カタログというものを作るためのツールの提供などを考えています。これはDSA 作った時からの絵ですけども、こういう世界ができるだろうと思っています。で DSA 自体は一般社団法人ですので、会員の皆さんの会費によって成り立ちます。会員の種別は、正会員と参助会員がありますが、正会員は一般社団法人としての、議決権を持つ社員になります。で、参助会員は、議決権を持ちません。で、A と B という正会員の違いは、このテストベッドをあらかじめ含んだ値段か、含まない値段かというだけの違いです。で、これ以外に特別会員として、いろんな、非営利団体等と連携をして、実際作っている技術文書のレビューなども、していただいたり、そういう関係、リエゾンの関係を結んでいます。で我々ご入会いただく場合には、ここにあるようないくつかの定款、運営規則、会員規則などありますので、ここを一読いただくことが非常に重要になりますので、よろしくお願いします。で、昨年度からこのスマートコアという会員サイトを運用してまして、今、9名ぐらいの方が入ってますが、この上でいろんな案内や会合の案内、それからファイルの共有、あるいは意見の調整をするような形になっています。で、ホームページの方にもランチページありますが、こちらは今、会員専用サイトができてますので、どちらかというと、スケジュールのようなものですね。そういったものを確認いただくには、こちらの専用サイトがあります。機関誌ですが、DTA の時代から毎年出しております。昨年はこの DSA レポート2021から22ということで、会員になるとですね、この機関誌が印刷されたものが頒布されます。一応これいずれも Amazon でも売ってますけれども、会員になっていただくと、正会員と参助会員に対してはそれぞれ若干冊数が正会員と参助会員に違いますが、配布することになります。で、先ほど来言いましたように、政府の作った包括的データ戦略の中の重点計画においては、このように、各地域による統合データ連携基盤を進めるということで、一般社団法人データ社会設立協会を通じてデータ連携基盤のコアとなるデータ仲介機能の無償提供と活用に関する助言を進めていくというようになっています。それから分野間データ連携に必要なツールとそれを提供するプラットフォームというふうに記載されています。データ、人の体に例えれば、データが流れるということは循環系があって、血流が良くなって、頭が働いてイノベーションが起きるよねということで、こういう世界を目指していこうということでございます。この後はちょっと日曜のデータ連携に向けたパネルディスカッションとなりますが、あと5分ちょっとありますので、今日会場の皆さん、あるいは、Zoom の皆さんから質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。ないですが、Zoom の人もないでしょうか、質問とか。今、Zoom 80人ぐらいの方入ってますけど、もしご質問があれば挙手をいただける。はい。なければ、ちょうど5分ぐらいあるので、5分休憩をして45分からパネルディスカッションを始めたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。
3週間も日本にいた。また読んだ。そんなに楽しかった。いや、なんか3週間日本食ってのは優しいしか使ってないっていうから、帰る前の日にドイツ料理へ行ってきました。喋る人これで、こいつでコントロールしないんじゃないか。これに誰かプレイしてる人がいます。ジュニアがこうしたいっていう。そうですよ。個人的なそうですね。僕が IPL してくれる。IPL。画面とか。あれですよね。今、普通に、パネリストモードじゃなくて、それは入った方がいい。パネリストモードじゃなくてない。なってない。はい。大丈夫。はい。よいしょ。リストのリンクがメールで、見てください。はい。Hi, Julian, can you hear me? Yes, I can. Hello. Thank you for your waiting. Actually, now it's time to start a little bit earlier. But here is the Mr. Professor Koshizuka and Mr. Hiramoto on the front table, and we have the over 80 participants from outside, and around 40 participants here. First of all, I'd like to ask you to start your presentation about IDSA, what you intend to start with Japanese collaboration to Japanese society, and afterwards, Mr. Koshizuka and Yamamoto will make some comments or counter proposal to your action plan. And afterwards, I'd like to summarize what we have to do for the next couple of years, or especially for the next couple of months, I guess. So, are you ready to make a presentation? Yes, I am. Okay. Then I try to share my screen right now. Yes. Yes. Okay. Got it. Yes. Yes, very good. Okay. So, thank you for inviting me to the DSA plenary meeting. My name is Julien Adelberger. I'm Senior Project Coordinator at International Data Spaces Association. And today I would like to talk about the topic of the IDSA hub in Japan. This will be in close collaboration with the University of Tokyo and the DSA. But before I start, I want to give you a short overview about what we are doing. What is IDSA? What are our key assets, and how can we align in the upcoming months, as Manu-san said, and how can we collaborate?
So I will give you a short overview, and I think that Professor Kushizuka can also highlight a little bit the action plan that's coming up, but I will give you a short overview about what is planned. So coming to the IDSA core activities. So we have specific activities that we do. There's, for example, the RAM, that's the reference architecture model. There's certification that we do. We have the rule book, which is somehow kind of organizational governance structure that we provide. We provide certification and connectors. And we have an international outreach, and we are striving for international standardization. So what can be said about IDSA? So we are a coalition of more than 130 member companies, and we all share a vision of a world where all companies or institutions realize the full potential of their data in secure, trusted, equal partnerships. So IDSA is a non-profit organization. All members of our community contribute equally to the association's results. And these results are made publicly available, can be used by any company and by any organization. So as I said before, we develop a reference architecture for international data spaces, including governance model. We want to continue to involve IDSA based on specific use cases. And we want to establish IDS as an international standard so that everyone can use this and can say, okay, this is a certified IDS data space. So this can be trusted, this can be secure. And we support the certification for IDS software packages and software components. So we want to shape the future with IDS, and IDS should be open source. As I said before, we have this kind of a magic triangle, which is built on trust. Just like the FFT, we really try to focus on the trust element of everything. So IDSA as a reliable source for data spaces, and the IDSA reference architecture, that's more like the blueprint for data spaces with specific specifications. So we detail here how can a metadata broker function. What kind of catalog do you have? What kind of components must be in a data space so that everything works smoothly? The IDSA rulebook, as I said, is how to specify how to implement IDS in the real world. So these are also legal, operational, and governance aspects that we highlight here. You can see that on our website, on our most important documents, and you can download that for free. The rulebook just specifies everything governance related. The certification scheme, there we are collaborating with third-party conformity that allows for the informed decision-making about the trustworthiness of partners and components. So we do this as a third party here because we don't want to have it all on our own. We want to have it by a independent third party to certify components. And we then certify not only components, but also organizations. So a component can be certified, for example, a connector, but also a whole organization. And then the last part of this triangle is our portfolio of open source building blocks. So this is how we bring IDS to the commercial setup, because you have the most access to everything when you are part of our community. But if you're not part of our community, you can still take advantage of IDSA by our portfolio of open source building blocks that can be found in our GitHub repository. So in all, as I said, we are striving for an open standard. The reference architecture is now in its volume 4.0. Third-party conformity. So we organize third-party trust via support organizations. The attestation of interoperability is here very important to essential services, and we want to strive for trustworthy components. As I said, rulebook, this is more like technical, functional, operational maintenance, and can be more understood as the soft infrastructure, and the open source, that's our total GitHub repository.
And now I'm coming to the adoption part. So the adoption, I'm part of the adoption team, and we want to really get out of Europe and strive for a global standard. And this is why we need also collaborations on a wider scale. And as part of our adoption, I'm also, can be said, as a part of a sales team. We want to bring international data spaces to the outside world. One step again to the connectors. We have a monthly issue that's called the Data Connector Report. And in this Data Connector Report, we analyze the market, what's on the market in terms of data connectors. So we highlight the status of a connector, we highlight what can you do with this connector, what are the specifications, where can you find further information, and is it in development or is it live and up and running? So the four most famous connectors are in this report. So for example, from TNO, the Eclipse Data Space Components, or Data Space Connector, formerly known, the T-Systems DIH connector, and the True Connector for Engineering are just some examples. But a lot of different companies and institutions that are now working, for example, with EDC, they make extensions to EDC. And this will also be covered in a connector report because we want to be as transparent as possible. So these are the possibilities for connectors, for the gateways into the data space market. And we highlight this in our data connector report. In the future, we also want to highlight the JADA connector. We will also try to do this in a next issue so that we can also highlight that what's the status here, what's the progress that's being made, and how do they all relate to each other? What are some of the benefits? What are some of the disadvantages? And how can we really make the most out of that? So this is actually our idea for this data connector report on a monthly issue. The next issue will be after the summer break. So we are trying to gather information for the September edition of the connector report. So, and what we are also dealing with, and when I say analyze the market, we want to make a deep dive into data spaces and show the maturity of them. So when you see here, this is our data space radar. We also have a data space radar report. And by now there are 75 entries. So on the outskirts here, you can see Google, Pears, and Intel, Microsoft, the big ones. They are currently in early talks and early projects. They try to figure out, okay, what with data spaces. And the more you go to the center, the more mature the data spaces go. And for example, VTT, T-Systems, T&O, Advaneo, they have up and running data spaces or mobility data space. Catena-X will also be very near to the center because these companies and institutions, they are really building up and running functioning data spaces. So this gives you a short overview about all the different organizations and all the different companies that are working on data spaces. And this whole thing is live, so you can really see what's the status. We are currently in the midst of reworking this a little bit so that you can have some kind of dashboard, like a cockpit in a plane, and you see this radar, and you can also see, okay, this is the status, and here can you find more information about the company, about the connector, about the data space. Everything should be a little bit more visually appealing. And we are currently working on that. So there will be a data space radar 2.0 in the near future, I guess, also around September or October. So what's our main strive here from concept to reality? I said we have this kind of core pillars, reference architecture, certification, rulebook, and we have first impressive impact stories. So this is where Catena-X and also the supply chain network SCSN from the Netherlands come in, Iona-X,
also manufacturing related, mobility data, space by data. These are our first impact stories that use our technology. And we are now aligning our activities. So we are aligning with Fireware, with Gaia-X, with BDBA, My Data, iShare, and we are also part of the Data Spaces Support Center, a support center that's now located at the European Commission. And it's still a kind of a research project, but in the end, this Data Space Support Center at the EU Commission should be the go-to point if you need help. If you want to build up a data space and you need help, you will get to the Data Space Support Center, and the Data Space Support Center in effect is something that we are working on. So we will actually be the ones consulting then the potential companies that want to have support. And this alignment that I'm speaking of with Gaia-X, Fireware, and BDBA, that's our DSBA, so the Data Spaces Business Alliance, an alliance that was formed in order to harmonize all of our efforts, in order to orchestrate a common approach to data spaces. So this is really, we also are having a convergence document that can be downloaded, where you can really see, okay, Gaia-X is more on the scope of trust and compliance. Fireware is more focused also on smart cities. And we are kind of in the midst of that. We are kind of the core that provides components, consultation, and wants to orchestrate all the different components. So this is now the aligning of architectures that's coming up. And now comes the big one. We want to bring IDS concepts to the big markets for a true global standardization. We have a competence center with the Shanghai University, but we want more. And I think this hub that we are planning to have in Japan is our real focus right now. This is something I will go through this in a moment when I talk about hubs. But we never had a hub outside of Europe, and Japan will be the first. We also are having some talks with the United States. So our CEO was at an event in Austin, Texas, I think 2 weeks ago. And there we also had contact with AWS, with Google, with NASA, also government organizations, and we presented our ideas. What we are also doing is we want to strive for standardization. So you see here W3C, IEEE. So we have the strive for international standardization, and we are doing a lot of different activities here. So we are in a working group for European CEN workshop on trusted data transaction. We also in a cloud computing ISO certification, so active in PWI on data spaces, active on PWI on digital sovereignty. And we are on a ISO track for the digital twin. So with the DSA, we are actually in the IEEE P3800 data trading system, which is active since 2020 and will be published the first part of the standards family in 2023, so this year. And our data space protocol, this is actually the specification of the coding that shall become a W3C recommendation. But this is a little bit more ways off, so we are in active talks. But I talked to my CTO from our organization, and he said that W3C will be fully running 2025, so in 2 years. It takes time. Standardization is always something which you have to plan ahead. So this will take some time, but we are active in all these different developments. So now to the IDSA hub concept. We have two ways to collaborate with us. First of all is the IDSA hub facilitator. So as a non-profit organization, we want to orchestrate activities via our national IDSA hub. So this actually scales the adoption of the IDS standard. We can acquire new members, but we can also coordinate all relevant contacts in the country. We can care for a knowledge transfer, that means events, trainings, publications,
But we also want to have this IDS-based technology. So, for example, a test bed. Test your environment, your technical environment. How can data spaces be made? So, and we also want to have it in alignment with governmental institutions and policymakers, so that data spaces are also backed from the national government. And it's exclusivity, so we only have one hub in each country. There won't be any other hub. So if we make this contribution, that University of Tokyo is our hub facilitator, then it's just the University of Tokyo. And the other part is the IDS Research Lab. This brings together European and national research projects. We want to coordinate the creation of IDS-based components and adoption, focus on the creation of IDS-based innovations. So this is something that we also strive for. So industrial use cases, we want to make this available to the local ecosystem. So we are also focused on regional activities. And it's an overall project hosted by a non-profit organization and not in the entity itself. So we were talking about this with Professor Koshizuka, and we came up with the idea to combine both efforts. So we will have a IDS hub in Japan, but also a research lab. So by now we have 10 hubs in all over Europe. So TNO in the Netherlands, for example, Innovalia in Bilbao in Spain. We also are having a hub with a VTT, a very famous research institution in Finland, Cefriel in Italy, and a lot of different other countries that are working closely with us and are hubs. So coming to this organizational structure of what we think is the best idea for IDS Hub Japan. So thanks very much to Professor Koshizuka and his team, because he created this idea that we can have both. We can have a combination of a IDSA hub and a IDSA research lab in Japan, both with the help of DSA. So this is something that Professor Koshizuka will go into in detail, and he will can also explain that there's also a research center at the university for ubiquitous information and society infrastructure, and underneath that we want to have this as a coordination between the DSA and the University of Tokyo. So I will just go quickly through some of the main points. So the mission statement that we want to have here, the IDSA Japan Hub is facilitated by the University of Tokyo and the Data Society Alliance, and they want to promote IDS concepts and implementations throughout the Japan country. And the Japan Hub promotes IDS concepts among public and private sectors. So operational task here is really, as I said, orchestrating activities to all organizations and all members of IDSA in Japan, scaling the adoption of the IDS standard, acquiring new members, coordinating all relevant contacts in the country, and caring for knowledge transfer, and also providing the IDS-based technology, for example, test beds. The action plan will be highlighted by Professor Koshizuka. So with the research labs, it's also the overall goal, of course, includes research and development on following topics. So IDS-based technologies for secure and trusted data sharing, interoperability technology should be developed on IDS and also other data exchange platform systems in Japan, so they can communicate and work together. And also in operating and providing a testbed system which contains IDS-based components and Japanese data exchange platform systems. So upcoming events and what is planned ahead now. We are now on a trip to do a kind of inauguration event for the establishment of an IDS hub facilitator and IDS research lab, including a data space discovery day. A data space discovery day is actually a day where you can network with a community of ours. So for example, with Catena, with TNO, and this network opportunity should also go for the public and private sector in Japan. We want to make the goal here to introduce the data space concept to the wide Japanese community, present
best practices and what's actually being done right now. So the presentation of data space initiatives. And we also want, but this will be also a virtual event before a signing of an MOU between IDSA, DSA, and the University of Tokyo. And with this event, we also want to commemorate our first Japanese IDSA ambassadors, presentation of the first IDS showroom in Japan. That's still to be discussed, but we will also do this in the future. So this is kind of gives you an idea where what the future will hold. So we are now in the midst of talking to the University of Tokyo to find an exact date for the inauguration and this data space discovery day, which will be 1 day. But we will communicate this, of course, with the DSA community. You're invited to that, and when we have more information about that, we will surely disseminate that. So in December, that's our first joint event, the symposium in collaboration with other organizations for data spaces in Japan. So this is between the DSA and other organizations. I think that Manu-san can also say things about that. Maybe you also said that. My Japanese is not that good, I'm sorry. But we also have a DSA roundtable. We had one in Brussels this year, and we will have one next month in July in Berlin, where we can also try to ignite the spread of data spaces in Asia and also talk about these upcoming events. So thank you for listening. We believe in data spaces and in a combined future. And I'm really excited that we are doing this cooperation with Japan, because we think that Japan is the country to be the one outside of Europe to develop data spaces. So thank you very much. Arigatou gozaimasu. And I'm now open to questions, and we can also discuss. Okay, thank you very much, Julien. So before I move on to the discussion, I'd like to ask the people here, if you have any questions for him, raise your hand, and if necessary, I can make a translation for you. 質問のある方いたら、日本語でも結構です。ズームの方も。何かありますか? Julien, I have one question. Yes. Will you go back to the radar chart? Data space radar chart. Yes. Just a simple question. Just I'd like to clarify to precise more further. What is the meaning of the distance from center to everything symbol? How do you hear that? The distance means what? So, okay, yeah. Distant means that a data space is in development. And the more mature a data space is, the closer to the center they are. So this is our idea, and you can see that we are also doing this radar in different domains. So Google and Microsoft, they're on the other domains because they want to have specific data spaces. But smart city, this is where 1001 Lakes comes in, VTT. Automotive, mobility, energy, manufacturing, supply chain. Also healthcare will become one of the cake pieces here of this radar in the future. So we want to have a great overview about all the different domains, all the different companies working on data spaces and their maturity level. It's just about maturity. Outside, more outside means in development, more inside means really mature, ready to go. Okay, thank you very much. So I understand that as the point out the level of the completeness of how mature is it. So, but from this call, I think the Google, IBM, Intel, Microsoft is so far from mature, but really. So from data space point of view, yeah, it is so far from the mature, but I think they have a huge number of data already. That's interesting. Thank you very much.
Okay, I heard, I think that you were planning to have the joint business with Japanese people, Japanese company, to have, one is research academic, and the other one is hub coordination. And would you go to the slide on the, other one. And you are expecting to have the two structured organization. One is the hub coordinators, and one is a research lab. And you're expecting to have support from the Koshika-san for both projects, I think. And it's a plan, but they're expecting to have coordination with us, DSA. So, for now, so I asked Koshika-san, and I think that you are missing some big stakeholder here. If that is the initial IPA, they will be pointed here, I think. So, therefore, I asked Koshika-san, do you have any comment or your counter proposal for this idea? Yeah, thank you very much. Thank you very much, Julien-san. Yeah, I think that the IPA and data agency is a very important organization for data space in Japan. So we would like to IPA data agency or many other important organizations would like to join this IDSA hub coordinator and IDSA research laboratory Japan. And we would like to collaborate with each other in this organization, and would like to advance the activity of this organization. And more business. Not only the section, but also the everything. So I'd like to make some more precise presentation. Okay. Yeah. I will 6-7 minutes. Beforehand, I'd like to have speaking. okay. Beforehand, one I recognize Mr. Tanaka. You have the question. Go ahead. Mr. Tanaka, you can let's see. Mr. Tanaka, you have a question? すいません、いいですか？もし、はい、田中と申します。もし、IDSA と DSA が、連携するってなると、DSA に参画している組織といいますか、データ提供者たちは、IDSA のコネクタとかを用意しながら、連携をするっていうのを今、模索されているんでしょうか。はい、田中さん、申し訳ございません。ご所属を教えていただいてよろしいですか。はい、すいません。三菱電機です。はい、ですね、まずその具体的なインプリメンテーションで言えば、我々はデータ EX というのを作ろうとしています。で、ここでは今、JADE というコネクタを使っています。で、IDSA の規格に準じたコネクタというのが、例えば欧州ではインプリメンテーションされてますから、インターオペラビリティをどう取るかっていうのはまさにこれからの設計で今、アーキテクチャです。で、インターオペラビリティを取る方法が2つあって、1つは異なる2つのコネクタを備えたゲートウェイをするとか、あるいは装置がある場合。それからそもそもコネクタがアプリケーションから来たときに、あそこのコネクタに行ってデータを取ってきてねと言ったときに、相手に合わせて多体性を持つ。相手が IDSA コネクタだったら IDSA コネクタが分かる通信である。あるいは分かるプロトコルである。で、相手が、違ったらそれを、違うものに合わせていく。多分おそらくいくつかの方法があります。そこはこれからまさに協議をしながら、できれば、いちいち IDSA だから変える、JADE だから変えることがないようにしていきたい。でもそのためには、コネクタの種類は何ですかって聞いたら、私は100番です。私の種類は5番ですっていうのを、お互いに共通のルールとして決めておかなきゃいけないので、その辺はこれから一緒にまさに議論をしていくところだと思います。
そうなんです。ありがとうございます。これから私も何かその発表があれば私も追っていきたいと思います。以上です。Julian, one question from participant is how we can make interoperability between IDSA, connected European data space and data EXTA in Japan. So I answer that we have to design interoperability. There are a couple of the options of the activities. We just start to discuss about that. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So we would like to share the screen. You cannot? You will present. Presenter も静香さん。なってるんだけど、スイッチが言ってんだけど止まっちゃってるんですよね。画面共有がこの間回ってた。これ。Julian, would you stop to sharing your screen? Yes, of course. Okay. So I'd like to make some small presentation for this collaboration. And we are collaborating, we are discussing with each other from last year. So about half year we are discussing about the collaboration between IDSA and Japan. And as a background, we must know that DSA have some international collaboration with European organizations such as Paneler and IDSA and Gaia-X, and this is very important background. And if we are aiming, our goal is to have equal international collaboration with Japan and Europe. I think that in case of Japan, DataEX, and in EU, Gaia-X, or CATNEX, or many other data spaces. But I think in the future, because in the world, there are not only Japan and EU, but also the United States and China and many other countries. So we need an international data federation platform. So I think this kind of collaboration will not advance into some international collaboration framework. And as Julian stated that we would like to establish IDSA Japan have among the IDSA and DSA and University of Tokyo. And we would like to establish two kind of organization. The first one is the Hub Coordinator Japan. This is some kind of representariat in Japan of IDSA. A little bit political organization, in my understanding. And the other one is a purely academic organization. It's a research laboratory. And now the IDSA have already have many hub coordinators in the world. But I think the research have only one, I think, China. And so if we establish the research laboratory in Japan, this is the second one in the world, I think. And I think the most important activity in this collaboration is the collaboration in the technical layer. I think the international collaboration, we have many kind of opportunity. If we have the political layer coordination, and business layer coordination, and the technology layer coordination, and data content coordination, many layers. I think, but we would like to concentrate or focus on the technology layer, very technology layer. So I would like to make this a plan in our University of Tokyo. We have a plan to establish the international data space technology testbed. This is the academic and industrial testbed for database space technology. For example, everyone in this room are very interested in the technology of the data space or data connector. But do you have any testbed for the connectors?
I think no. I think in Japan, there are such kind of test beds. So we would like to establish. So University of Tokyo would like to provide the free and open test bed for the technical experiment or technical or test bed. So we like to establish international database technology test bed by University of Tokyo and DSA and the research laboratory, research lab Japan in IDSA. So this is my plan. So in our university, we would like to provide two kind of environment. First one is cloud, public cloud environment, and the other one is on-premise, our own private cloud testbed environment. So in case of, for example, AWS, this is a very popular environment. I think the industrial people would like to use this kind of environment. But if we would like to sometimes have some development, we need more open, more free environment. So we are now developing on-premise, our private computer system testbed environment. And in this testbed, we would like to provide three kinds of connector architecture. First one is the JAD testbed using the JAD connector. And second one is the IDSA testbed. And third one is the fireware testbed. We would like to provide these three kinds of testbed. And in our university, we would like to provide a gateway, some interoperability technology between, for example, the JAD and IDSA and IDSA and fireware, and also the JAD and fireware. This can be a gateway system interoperability environment, very important. So we would like to establish this kind of technology. And some company members join our testbed. They can connect their company system to this testbed. And also, if some company members come to our university, in our university, they can touch this kind of testbed freely. So we would like to provide this kind of technology. But developing providing this kind of technology, I think the collaboration between DSA and IDSA and also the fireware is very, very important. So we would like to have a close contact with this organization. And now, for example, currently we have in our university, we have already established a JAD 4.0 testbed in our University of Tokyo, and we have already supported the JAD 4.0 data provider connector and data user connector, and Open Connect server and authorization module, which are already provided. And backend is we have a file server which have a URL endpoint for each files. And now our graduate students are now developing a sample web application using this JAD 4.0 data user connector. So this kind of testbed we would like to provide. If we finish to develop this environment, we would like to export this testbed to DSA and also IPA. And we would like to let this system to use all over Japan in many organizations. So this is our plan. ご静かさんだけでございます。何か質問ありますか？はい。じゃあ、we have a question from Mr. Pro. 日本語で。ありがとうございます。11番のスライドで、この図を見る限り、まだここには DSA のテストベッドというようなことは全然出てきてないんですけど、これは、いずれ、それをこれから議論していくんですけど、それはどう考えたらいいんでしょうか。もうこれできたら、全部DSA、オペレーションっていうか、実務的なことは大学でやりますけど、もう例えば DSA のメンバーの方は DSA が申し込んでもらえれば、もう使えるとか、それ IPA さんに出すっていうことで言えば、IPA さんの方で制度があれば、それで使っていただくとか、そういう時の、誰だから使えないとか、なんかそういうのでは
なくて、エンジニアの人が、コネクターって触ってみたいと思ったら、触れる環境をまずは構築して、で、その中にこういう3つのテクノロジーが少なくともあって、いや、これは別に3つに限る必要もなくて、もっといろんなものが、あれもあってこういう、これももっと欲しいってのがあれば、それはもうどんどんやればいいと思ってて、ただ自由に、エンジニアが今触れる環境が今日本にないので、ぜひそれを、そういうのは大学のやっぱりかなと思ったんですよ。なので、企業さんの中だと、やっぱりセキュリティと厳しくて、なかなか一社の中で閉じるようなものはできても、他社とつながるようなものを実現するのってなかなか難しいですよね。だからそれは大学が中心になってやって、で、とりあえず、動かすこと大事だと思うので、まず動いたら、ちょっと皆さんに使っていただけるように、そこの時点で、DSA の方にも、さっきのテストベッドのお話ありましたけど、そこの活動の中にこれ入れて使ってくださいっていうふうにやろうかなというふうに計画をしています。はい、ありがとうございました。そうですね、もう一つ質問あるんですけど、これはあくまで今はテストベッドの話であって、いわゆるオペレーショナルエンバイロメントとはまた別の話。はい、はい。なんでかというと、今、まさに開発タスクフォースの方でスペック決めてますよね。だから、それとはこれ別に一致してるわけではなくて、今あるものを動かしてるので、だから仮に、開発タスクフォースの方で今年度開発が進んで出来上がって、ちょっとライセンスによりますけど、それがオープンになって、このタスクフォースでできたものがオープンになってきたら、当然それを僕らを動かすと。で、ここのテストベッドは別にタスクフォースではないから、仕様を決める権利はないし、そういう場でもないので、あるものを取り替えるテクノロジーとして動かすと。なので、逆に DSA との関係で言えば、タスクフォースで開発したものがあったら、ぜひ使わせてくださいという関係になります。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうね、ちょうど今出てる。僕もちょっとここは明確にしたい。この絵は、だからまさに、3種類のコネクタが1つの場所にありますよと。で、それぞれに対して IDP も別々ですから、要するに3つのものがいじれますよ。だって一番気になるのは、このコネクタの間にあるデータスペースゲートウェイって矢印だったね。で、これが、ここに例えば僕がこれを使う人だとしたら、僕から見ると、僕はどっかの IDP を持ってて、で、僕がコントロールすれば、一番 CC から入ってきたものが、オリオンに出ていくとか、オリオンから入ってきたものが ADC に出ていくとか、要するに僕から見ると、なんか3つの、口があるけど、自分の管理がだよっていうことを、インターオペラビリティとして目指そうと思うんですよね。はい。僕、ここでね、わざわざこのデータベースゲートウェイを矢印だけにして、箱を書かなかったのは、ここのゲートウェイのやり方って何通りもあると思ってて、で、そういうのを研究できる場所がないんですよね。だから、逆にそういうことがここでできるように、本当にじゃあコネクターとコネクターをどっかハブになる組織でつなぐっていうやり方がいいのか、別のやり方がいいのか、それはも分からず、で、そういうのをテストする場もなくなので、そういう意味だと、この3つの輪は存在して、そのつなぎ方は逆にこの中でいろいろ試したいっていうのが、思うんですね。だからそういうのがいろんなものが動くといいのか。だから各社の実は中でつないでいただいてもいいのかもしれないし、と思います。なので、縦線のところはなんか線しかつかなかったっていうのは、一応、プロセスがよく考えて選択してた。Thank you very much. Zoom の人何か質問ありますか？ Julian, just we have the describing a more detail of this, his concepts and ideas. That is very simple. He would like to implement 3 different actual implementations that is already existing. And how we can make a the interoperability or convergence, that is another matter. This is a very simple testament for it. Thank you, Julian and Koshitsuka Sensei. This is only 2 minutes. But I'm very happy to hear progress of Japan IDSA Data Hub and relational information. Because now our IPA will launch the new center for digital infrastructure next week.
So we are now planning our center's function and role. And of course, in the digital infrastructure, data space is a very important issue. So we now we are focused on the test-based function and any other platform function, and especially we are focused on the standard. In the IDSA standard, you have a connector standard and reference architecture, and in our IPA News Center, we will make the reference architecture and data models and some technology specification, and we want to promote some open source softwares. So now we are planning, and today test-bed news is very good. we are discussing we should make, or we will use, or we are now planning the test-bed issue. So if University of Tokyo provides a test-bed, we want to work with University of Tokyo, and especially Mr. Koshizuka focused on the connector test-bed. But I think in the data space, we need some database for the other functions. So IPA and my center will provide some database, and we will work together. And it is first thing. First thing is standard. We want to make standards. So we want to exchange the information about the standard between IPA and IDSA. And we also work with European Commission, DG Informatics and DG Connect, and we want to make good standard. It is first issue. And the second issue is IDSA hub, and the test-bed issue. Test-bed issue is also, I said, we want to work with University of Tokyo. And the third issue is support center issue. IDSA have some support centers, and IPA work with over 100 regional IT laboratory and IT centers. I think over 100 IoT promoting labs, and this year we selected 31 DX support centers. So we will provide some courseware or some material to the center, and we mainly we are preparing the DX matter, but we don't have not enough material about data issues. So we want to work with Mr. Koshizuka's center, and I think most advanced center is Mr. Koshizuka's center, and we IPA center provide some knowledge and experience to the regional areas. It is very good combination. So we want to work with Mr. Koshizuka's team and the IDSA team. Thank you very much. Okay, thank you very much. So sorry for missing the program. Actually, Julien, thank you very much. Actually, Mr. Hiramoto will join IPA, and he formed a new center. The official name is the what is the official name? Not yet. Not yet. But he will form a new center in IPA, and we collaborate each other to promote our relation about the exchange of data spaces. So today is the first step, and we are going to establish more concrete businesses and relation. So, Julien, thank you very much. 会場の皆さんどうもありがとうございます。IPA は
なんかこれから平本さんが素晴らしいセンターを立ち上げてくれるそうなので、大事なことはデータ連携をバラバラにやっちゃいけないということです。オールジャパンでやっていくっていうことだと思いますので、やっぱり外から見たときに、あれ、なんだ、日本って縦割りでバラバラじゃんと思われたくないので、ぜひ皆さん一緒にですね、前に進んでいけるようにしたいと思って、ジュリアンは日本語わかんないから、ちょっとヨーロッパ反面教師的に僕を見ているので、いろんな組織ができているので、やっぱり僕らはそうじゃないんだよって一緒に見せていきたいなと思って、ぜひ皆さん協力を。今日はどうもありがとうございます。ちょっと時間をおっしゃって、申し訳ございませんでした。これでパネルで。どうもありがとうございます。Julian, please, Julian. Yes, I just wanted to thank you for this opportunity that I could present. It's very interesting to hear that IPA is also very much involved in this talks, and that we can also collaborate here. That's it's something that's really important also for us, because I said a hub should also make should also make it feasible for the government organizations and institutions to be part of that. So we also want via a hub a connection to the policymakers. So this is something that is totally in line with our thoughts and our goals. So this is really good. I'm right now in Munich and I have to go to another conference. So it was my pleasure to be here. And we see us in Berlin, Mano-san, I think. And we will also be in contact with Professor Koshizuka in the next weeks. Thank you very much also for your contribution and your presentation. And see you in the next weeks. Okay, thank you very much. I'll see you in Berlin next week. Bye-bye. では、最後に奥井さんの方から今日のフォーラムの締めをいただいて、事務連絡が、もう一つ回っていると。挨拶になると出てくる奥井でございます。前回のフォーラムの時に申し上げたかと思うんですが、我々 DSA の役割の一つの側面として、人口減少化における経済成長というものをデータ社会という側面から実現するということが前回申し上げたことでございます。で、そのために今日はですね、国際標準という非常に何と言いますか、レベルが高いのか、あんまりレベルが高いようにも見えないんですけれども、そういう世界と、インターナショナルな世界と、まさにもう、地に足のついたもう国内のですね、子ども政策という、今一番ホットな、マイナンバーの問題を除くと、一番ホットなお話をいただきました。みんなご存知かどうかわかんないんですけど、山田太郎先生というのは、ドカベンの山田太郎と本当に同じ山田太郎というお名前でいらっしゃって、確か立ち上げ演説会って秋葉原ぐらいでしかやってないですよね。アニメ系で非常に有名で、ほぼネットでしか選挙をしないで50万票以上取ってるって、この方だけです。もともと IT 非常にお詳しい方ですので、これからもですね、我々の相談、いろいろ持ちかけてですね、お教えいただきたいと思っております。今日はですね、総括というのは、国際的な話と足元の話と両方頑張っていきましょうということでありまして、ぜひともですね、今後の皆様のですね、ご活躍というか、ご協力というかを頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。